こんにちは、あおいです。今日は給食のすき焼きを作っていきましょう。すき焼きといっても給食ではね、鍋で食べられるわけではないので、すき焼き風にという煮物料理になります。それでは早速作っていきましょう。すき焼きに必要な材料は牛肉薄切り、焼き豆腐または木綿豆腐、白菜、しめじ、ネギ、白滝、花麩、だし汁、砂糖、醤油、みりんです。分量は概要欄またはコメント欄をご覧ください。まず最初にお麩を戻していきます。で、今回すき焼きに使うお麩は花麩になります。お麩はこのまま鍋に入れると柔らかくなりません。そのためぬるま湯に浸してしっかりと戻していきます。ここにたっぷりのぬるま湯を注いでいきます。しっかり柔らかくなったか確認してみます。戻ったら水気を切ります。軽く水分絞っておきましょう。お麩は調味料を吸収してくれるので薄味で作りたい時におすすめです。白菜はざく切りにしていきましょう。長ネギは斜め切りです。野菜は柔らかくなるので大きめでも大丈夫。しめじは石突きを切り落とします。今回は小学校のレシピですのでこのままの長さで使います。すき焼きの場合は煮崩れしにくい焼き豆腐を使うんですが、沖縄だからなのかわかんないんですけど、いつもね近所のスーパーとかに売ってないんですよ、焼き豆腐が。で、今回焼き豆腐が手に入らなかったので、比較的いろんなところで入手しやすい木綿豆腐を使っていきます。お豆腐は半分に切って薄めに切っていきましょう。白滝は短く切っていきます。だいたい3センチ幅くらいにザクザクと切っていきます。白滝は熱湯で3分ほど茹でてアク抜きをしていきましょう。あとは牛薄切り肉を用意します。すき焼きといえば本来結構高級な大きなお肉になると思うんですけど、給食の場合は、コストの面もあるので牛肉を使わずに豚肉で作ることもあります。お鍋にだし汁を入れて温めます。だし汁の取り方をおさらいしましょう。お鍋にだしパックを入れてここにお水加えていきます。このまま10分ほど置いておきます。強めの弱火にしてこのまま4分煮出していきます。だしパックを取り出します。野菜からも水分が出るのでだし汁は少なめに入れていきます。給食では大量に作るので野菜からかなり水分が出るのであまりこういっただし汁を入れないで作ることが多いです。だし汁が煮立ったらここにお砂糖を加えます。みりんです。お醤油です。煮立ったところに白菜加えていきます。しめじです。それから白滝加えていきましょう。最後にネギを入れていきます。給食では並べて作ることはないので最後にねどうやって作ってるかをお見せします。動画の映えを気にして並べてみてます。そしたら蓋をしてこのまま弱火で5分間煮込んでいきます。真ん中を少し開けてここにお豆腐と花麩を加えていきます。そしたらもう一度蓋をして弱火でさらにこのまま5分煮ていきます。鍋の大きさや作る分量によってもだし汁の蒸発量が変わってきますのでだし汁は様子を見ながら加減してください。最後に牛肉を加えていきましょう。牛肉を入れるために少し具材をね寄せます。そしたら最後に牛肉をほぐしながら加えていきましょう。最後にもう一度蓋をして中火にして牛肉に火が通るまで加熱します。牛肉は加熱しすぎると硬くなってしまいますので火が通る程度にさっと加熱します。途中で説明したように給食ではこういう風にね並べて作ることはないんです。どうやって作ってるかというとおりゃーもったいないけど
こんな風に全部一緒に煮込んでいきます。でそうすると盛り付けもこう一つずつつかまないでもこのままごそっと盛り付けすることができるので、大量調理ではそのように作ってます。家で作る時も今みたいにねガッと混ぜた方が楽に作ることができるので、すごいおすすめです。3、はい、給食嬉しいな、何でも食べましょうよく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。美味しそう。めちゃくちゃ美味しい。なんだこれは。これが家で作れるのって本当にちょっと大げさに聞こえるかもしれないけど、本当に美味しい。卵つけたいまあ今日はね美味しくより美味しく食べれるように和牛を買ったんですよ美味しそうな和牛をね買って作ったからより美味しい。お肉はさっと加熱しただけなんですが、野菜をねよく煮込んだので、野菜とかお麩とかにもすっごいじわっとこの甘辛い味が染み込んでいて本当に美味しいです。最後に牛肉を入れなければ作り置きもしておけますので、ぜひ忙しい時にもねすごい簡単に作れるので、皆さんも作って食べてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感想お待ちしてます。